今回はここ長者ヶ森駐車場から美祢秋吉台ジオパークを知ろう秋吉台編をお送りします。今回は美祢魅力発掘隊の中川さんにガイドしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美祢魅力発掘隊の中川です。今回はこの秋吉台に来てるんですけれども、やはりこの秋吉台といえばこのカルストロードが絶景ですよね。で今回はこのカルストロードの、作っているこのカルスト台地というものの成り立ちや歴史や文化っていうものを、お伝えできればなと思っております。はい、どういったコースになるんでしょうか。はい、今回はこの、長者ヶ森駐車場から北山まで行って戻ってくるコースになります。はい、まずは、この秋吉台の成り立ちを教えてくれる石があるところに行ってみましょう。はい、私たちが今回目指す北山は長者ヶ森近くにある標高 367.6 メートルの小高い山です。長者ヶ森駐車場からは30分ほどで行くことができ、遊歩道沿いでは四季折々の草花を楽しめることもあって、季節を問わず散歩やトレッキングをする人の姿が見られます。今城さん、はい、こちらご覧ください。はい、これ秋吉台でよく見る石灰岩ですよね。そうです。で石灰岩っていうのは、このように、貝の化石が集まったり、あと海の生き物が集まったりしてできているものなんですけれども、はい、でこういった海の生き物がなぜこの陸にあるのかっていうと、プレートに乗ってここの大地までやってきています。はい、プレートの上に、海の生き物が積み重なって石ができて、でそれがプレートの動きによって陸側にくっつけられて、陸上まで、このように登ってきています。じゃあこの秋吉台の大地っていうのは、海の堆積物がこうプレートに乗って陸にぶつかってこう今ここにあるっていうようなことなんですかね。そうなんです。このような、化石がすごいギュッと集まったような石がたくさん見られる秋吉台というのは、地質学者からするとすごく、情報が詰まっているように見えると思います。はい、で実際この秋吉台の、石を対象として、研究をなさっていたのが小沢義明さんという方がいらっしゃいます。はいはい、で実際その小沢義明さんの、T シャツっていうものも、展望台横のカルスタのところで売られています。ジオのグッズが、いくつか売られているので、ちょっとご覧になってほしいんですけれども、はい、でその小沢義明さんが、研究の対象としていたものが、この先で見ることができるので、実際行ってみましょう。はい、はい、北山周辺は秋吉台のほぼ中心に位置しており、周辺には冠山や烏帽子岳などの標高400メートルほどの山が連なっています。頂上近くまで歩いてくると、駐車場から見えていた景色とはガラリと雰囲気が変わり、冠山の北側から秋吉台上で最も多くの石灰岩が見られる地獄台の方向に、たくさんの石灰岩柱も見ることができました。今城さん、はい、北山の頂上まで来ました。はい、景色綺麗ですね。そうですね、見渡す限りのカルスト大地という感じでそうなんですよね。はい、で先ほど僕たちがいた長者ヶ森の駐車場がそこに見えるんですけれども、気軽に来れてこれだけ綺麗な景色が見れるっていうのはここかなというふうに思います。そうですね、立派な装備がなくても気軽に来れるっていう場所ですね。そうですね。今ここ秋吉台一面に見えますけれども、はい、やはり大地のデコボコした感じがよく見えますね。そうなんです。でこのデコボコしているっていうのは、なんかたくさんの石があるように見えるんですけれども、実は一つの大きな石灰岩で、その石灰岩が雨で溶かされてボコボコしたり穴が開いたりしているだけで、実は元は一つの大きな岩なんですね。そうなんですね。はい、でここの景色からも成り立ちがちょっと分かってもらえると思います。はいはい、じゃあ今パッと見た感じでくぼんでるところっていうのが雨水の浸食によって溶かされていったところになるんですか？そうなんです。でこのくぼみっていうものが、いろんなものに利用されてたりもします。いろんなものとは例えば工作であったりとか、あとこういう風なくぼみによって研究もなされたりとかしています。はいはい、で先ほど言ったその小沢義明先生の研究っていうのは、今南側を見てるんですけども、北側に見ることができるので、実際行ってみましょう。はい、
北山の頂上の、北側にやってきました。はい。はい。あちらに見えるのが小沢義明先生が研究対象とした、帰水という場所になります。はい。帰水とはどういった場所なんでしょうか。はい。帰水というのは水が湧き出てすぐにまた地中へと水が帰っていくような場所なので帰水って言います。なんか特徴としてはどういった場所なんでしょう。はい。雨が降っても、基本的には水がたまるところではないんですけれども、大雨が降ったりすると一時的にその湖のようになって一時込みのようなものができます。でそれが見れるのはすごく稀なので、ぜひここに来た時は一度、覗き込んでみてほしいなと思います。めったに見れないということなので、その時に降った雨の量っていうのもすごい量なんでしょうね、きっと。そうなんです本当に。で、ここっていうものを対象として小沢義明先生は研究をなされていたんですけれども、ここで何を対象に研究されてたんですか。はい、先ほども、申し上げたように石灰岩の中には化石がたくさんいるので、帰り水すごい深いので順々に地層から化石を取り出したんですね。でその化石というのはフズリナっていうんですけれども、そのフズリナは時代が変わるとすぐ形が変わるので、この形だとこの年代だなっていうのはすぐ分かります。で時代を知るために、その化石を使ったんですけれども、下の方の地層であればあるほどその化石自体が新しい時代を示したんですね。通常は古い地層っていうのが下ですよね。そうです、順々に重なっていくので、普通は下が古いんですけれども、つまりここの地層っていうのは逆転しているんですね。その秋吉台の、あの辺り、帰り水の辺りの地層が、逆転して、新しいものが、下の方にあるっていうことを発見されたと。そうなんです。で小沢義明先生っていうのは、それで、大学4年生の時に研究なされたんですけども、その研究をテーマにして博士号まで取られました。で、小沢義明先生っていう方はですね、そういった、研究をなされたんですけども、その後の研究者の方たちでここの逆転は何で起きたのかっていうのを未だに議論されています。じゃあその発見された後の研究もまだまだ今の時代まで続いているということなんですね。そうなんです。まだ今でも発展しているようなところがこの秋吉台で見ることができるっていうのがまたここの秋吉台の特徴です。それこそ小沢先生が発表された時っていうのはものすごいニュースになったんじゃないんですか。そうなんです。もうとっても、大学4年生の発見でこれだけ大きなことを発見されたので、すごいことだと思います。わかりました。で、ここ帰り水の方からこう谷筋になってますけれども、なんか他にも何か特徴あるんですか、ここは。先ほど申し上げたように研究対象になったりとか、あとこちら、それから右側の方を見ると分かるんですけれども、畑として使われているのが分かると思います。で先ほど言ったそのドリーネで行われる、このような畑のことをドリーネ工作と言ったりします。で有名なものだと、水戸ごぼうだったりとかっていうものが有名だったりしますね。台の下の土地でも作られてますけども、もともとは多分こういうドリーネを活用して作られてた野菜になるんですかね。でこういったところでも、秋吉台の人々の暮らしっていうのが分かってもらえると思います。こういう台状のドリーネ工作っていうのはもうあまり見ないので数も少ないんですかね。そうですね。今ではたくさんやっているわけではないようですね。で、ドリーネ工作、畑の近くにはこう、山と草原の境っていうのがこうくっきりと見えるんですけれども、あれもまたここでしか見られないような景色ですよね。そうですね。あそこがつまり、草原と森林の境界になると思うんですけれども、その境界っていうのは日道っていうもので区切られています。で日道っていうのはこの秋吉台で有名なその山焼きを行う時に、ここまでは焼くっていう、でここから先は焼かないっていうようなところになるんですけれども、これも秋吉台の一つですよね。特徴の。毎年2月中旬頃からこう、山焼きを行われますけれども、ああいう境っていうのも山焼きのことを知る一つのきっかけにはなりますね。そうなんですね。この山焼きっていうのは100年ぐらいの歴史があるらしいです。で、こういう山焼きを行うことで昔の人たちは、草を取っていたんですよね。で今の人っていうのは、
車にガソリンを入れて、そのガソリンを、入れた車で移動しますけれども、昔の人はこの草原を食べさせた牛や馬に、乗ったりとかして、移動したりしてたわけで、ここって実は燃料を、作るための場所だったっていう側面もあるんですね。なのでこれも、秋吉台の人々の暮らしの一つっていうことになります。じゃあ秋吉台と人の暮らしの、歴史を見る上でも重要な場所というかなるんですね。はい、で歴史っていうところでいうと、もう一つ、秋吉台では欠かせない、ものが見れるところがあるので行ってみましょう。はい、帰り水やドリーネ工作を見た私たちは、北山からの展望を後にし、スタート地点の長者ヶ森駐車場に向けて来た道を戻ります。魔女さん、はい、こちらです。ここは何があるんでしょうか。今、説明板はありますけども、ここ実は、人工的に作られたくぼみがあるんですけれども、これっていうのは、戦前に、使われていた塹壕になります。塹壕っていうと兵隊さんが訓練で使うものですかね。ここは、軍事演習場として使われていた歴史もあって、このような塹壕跡っていうものが、残っています。今よく見えないんですけれども、山焼きの跡などに来られると、よく見えると思います。じゃあ雨水に溶かされてできたくぼみとかとは全く違う明らかに人が作ったよみたいなくぼみが見えるんですね。そうなんです。でこのように、戦争の時の、跡というものは、他にもですね、このように、弾丸のようなものがあったりとかします。こういうものが今でも、落ちていて発見されたりっていうことがあります。じゃあ特にこの塹壕周辺を探してみるとって言われるかもしれないですけど、こういうのが見つかることもあるということですかね。そうです。でその他にも、青赤教会って言って、ちょっと、低い石の、印のようなものがあるんですけれども、それは、戦中に、ここから先は軍事演習場として使っているので、ここから先立ち入ってはいけませんよっていうような印があったりとか、そういった跡が見れるのも、秋吉台の特徴の一つとなっています。自然の成り立ちだけじゃなくて、こういう歴史を知るのも、いろんなところから知ることができるんですね。そうなんです。こういう、歴史や文化っていうものを守ることもジオパークの、役割の一つです。こういったところもまた、知ってもらったらなと思います。では帰っていきましょう。この長者ヶ森駐車場から北山を歩くコースは、美祢秋吉台ジオパークのジオツアーのコースの一部となっています。今回はそうしたツアーのうちの北山までの往復1キロ弱を案内してもらいました。今城さん、お疲れ様でした。長者ヶ森駐車場帰ってきました。どうでしたか？そうですね、駐車場から北山に行って戻ってくるっていうコースだったので、正直なところあまり見どころがないのかなってちょっと思ってた部分もあるんですけれども、知らないこともありましたし、勉強になりました。よかったです。気軽に来れるところなので、他の人にもぜひ来てもらいたいなと思いますね。でジオパークっていうのは地形や地質を、守るっていうだけじゃなく、その上で成り立ってる、歴史や文化っていうもの、あと人の暮らしっていうものを、それも保全する一部ってなってるので、こういう活動もジオパークなんだなっていうのを、知ってもらえる機会になったかなと思います。秋吉台でこのようにもジオパークについて学ぶっていうのもありますけれども、今この長者ヶ森駐車場周辺ではセグウェイツアーも行われてますよね。そうですね。セグウェイに乗ってこの秋吉台を感じるっていうことで、楽しみながら、そういうことも、秋吉台を感じるっていうことをしてもらってもいいかなと思います。ツアーで回るっていうことなので、今日回ってきたこのガイドのコースとはちょっとまた違った感じになりますけれども、学びと体験とで秋吉台を満喫してもらいたいですね。そうですね。この時間は美祢秋吉台ジオパークを知ろう秋吉台編として、美祢魅力発掘隊の中川さんにお話を伺いました。中川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。